ご視聴ありがとうございます。EJ テレビです。今回は最近発売されたばかりの新型ポータブル電源、エコフローデルタ3プラス。こちらを今回エコフローさんからお借りしたので、実際に車中泊で使いながらレビューしてみたいと思います。そしてさらに、今年6月に発売されて以降、売り切れ続出の画期的な製品、こちらのエコフローオルタネーターチャージャー。車中泊を楽しまれている方は結構気になっているという方も多いのではないでしょうか。自分もその一人でした。今回、ありがたいことに、こちらはエコフローさんからご提供いただいたので、新型ポータブル電源、エコフローデルタ3プラスと合わせて、実践的な使い方を試してみようと思います。自分も従来モデルのエコフローデルタ2を結構愛用してきているので、その後継機であるデルタ3プラス、どんな進化を遂げているのかすごく楽しみです。まず、実際に使っていく前に、デルタ3プラスの基本的なスペックだけ簡単にご紹介しておきます。容量は 1024Wh、定格出力 1500W、瞬間最大で 3000W、そしてエコフローの独自技術開発の X ブースト機能で定格出力を超える家電も最大 1900W まで使用できるので、これならほとんどの家電製品に対応できると思います。さらに、容量はデルタ3専用のエクストラバッテリーと接続すれば、最大で 5kWh まで拡張することが可能です。デルタ3プラス本体の充電方法としては、主に3通りあります。家庭などにある AC コンセントからの充電、そしてソーラーパネルからの充電、そして従来式でもある車のシガーソケットからの充電も可能ですが、もちろん、今回使用するオルタネーターチャージャーを使えば 800W の大出力による急速走行充電も可能です。安全性と耐久性ですが、まず耐久性としてはバッテリー寿命4000サイクル以上で10年以上の寿命を持ち、従来のリチウムイオンバッテリーの3倍の長寿命とのことです。安全性としては酸素保護技術、熱暴走を防ぐ仕組みが採用されているので、日常からレジャー、そして車中泊でも安心安全に使用が可能だと思います。そして肝心な出力ポートですが、AC 出力が6口、USB Type A が2口、USB Type C が2口、そしてシガーソケットが1口、さらに DC5521 が2口となります。こちらの背面のカバーを開けると本体充電用の各種ポートが配置されている仕様となっています。本体重量は 12.5kg で従来のデルタ2よりも 0.5g だけ重くなっているものの、持ち運びは片手でも余裕で持ち上がるので、これなら女性の方でも手軽に持ち運びできるレベルだと思います。本体の騒音レベルですが、車中泊やキャンプで使用する際にはどうしても気になってしまいますが、こちらはデルタ2が 50dB だったのに対して、超静音設計の 30dB まで進化を遂げているようです。最後にこちらのオルタネーターチャージャーなんですが、すでにいろんな方が YouTube でも動画を上げているので詳しい説明はしませんが、従来のポータブル電源の走行充電というと、車両のシガーソケットからポダ電本体を充電させる仕組みでした。ただ、その場合はせいぜい 50W から 100W 弱ぐらいの充電能力だったので、車中泊旅の途中や帰り道でデルタ2をよくシガーソケットから充電させてましたが、正直5時間とか走行してもたった数%とかほとんど充電は復活しませんでした。ただ、このオルタネーターチャージャーは車側のメインバッテリーと接続して車のエンジンをかけている際にオルタネーターから発電される電力を車側のメインバッテリーを介してオルタネーターチャージャーへ供給され、それによりポータブル電源を大電流で充電させる仕組みとなっています。このシステムのおかげでなんと最大 800W でエコフローのデルタシリーズに限りですが、ポータブル電源を急速充電できるという仕組みになっています。ということで、新型ポータブル電源エコフローデルタ3プラスとオルタネーターチャージャー、この充電残量からどれぐらいの時間で満充電できるのか、そしてこのシステムは最強なのか、まずはそれを検証しつつ車中泊地へ向かいたいと思います。
はい。今日の車中泊地なんですが、ここから約1時間ぐらいの距離にあります。途中、スーパーで買い出しをして、その後、お風呂に入って、さっぱりしてから車中泊地へ向かおうと思います。はい。出発からトータル約25分ぐらい走行しましたが、充電残量はすでに出発時の 35% から75% まで復活しています。この状態なら、あと23分ぐらいで充電完了できそうです。この時間の目安がわかるのはすごく便利だと思います。ちなみに今はエンジン切ってあるんですけど、電圧の余韻っていうんですかね。これまだ充電されています。ただ、これは時期に自動的に止まるようなので、車のバッテリー上がりは心配ないようです。ちなみに、今回の車中泊地は、自分が YouTube 動画を初めて撮影して、車中泊スポットとして投稿した思い出深い上越市内の某公園なんですが、実はそこで車中泊をするのは初めてです。果たして大丈夫なんでしょうか？はい。夜間閉鎖で入れませんでした。残念です。数年前は入れたんですけど、今はダメみたいでした。なので、ちょっと予定を変更して別の場所に向かいたいと思います。はい。ということで、公園から約15分ぐらい走って、道の駅海テラス灘地に到着しました。今日は3連休の最終日なので、もう少し空いてるかと思ってたんですが、思ったより混んでる印象です。ただ、こちらはお風呂も併設されていて、お風呂だけっていうお客さんもいらっしゃると思うので、自分は駐車場の端の方に止めさせてもらって、今夜はこちらでお世話になろうと思います。はい。そして気になるデルタ3プラスの充電状況はというと、結果的に約1時間ぐらい走行充電を行った状態ですが、無事に 100% 満充電になっていました。単純計算すると、オルタネーターチャージャーで 800W の充電を行えば、容量 1024Wh のデルタ3プラスなら 0% から 80% までなら1時間ほどで充電される計算になります。満充電なら70分から80分ぐらいで充電が完了する計算になります。今までのシガーソケット充電は何だったんでしょうか？正直、この現実にびっくりしています。ひとまずこれで安心できたので、車中泊の準備をして、車内で一人時間を楽しもうと思います。そして今回なんですが、外観上の比較用に従来モデルのデルタ2も持ってきました。左側が新型のデルタ3プラスなんですが、サイズ感はほとんど変わりませんが、明らかに新しさを感じる未来的なスタイリッシュなデザインが印象的です。また、従来のデルタシリーズでは AC ポートと USB ポートが前後で分かれていて、これが状況によっては使いづらい時もあったんですが、新型では液晶画面側に AC と USB ポートが集約されていて、これも明らかな進化を感じます。
気温なんですけど、なんと外が今 19.2 度、湿度が 81%。ただ車内が 25.1 度で湿度が 69%。結構車内ムシムシしてます。それで今夜の車中飯なんですが、新潟名物のあれをオマージュしたものを作ってみようと思うんですが、今回初めて作るので美味しくできるのか正直わかりません。果たしてうまくいくのでしょうか。
はい。今、調理も終わって、デルタ3プラスの充電残量なんですが、78% まで減りました。で、実際使ってて思ったんですけど、IH ヒーターはトータル15分から20分ぐらい使ったんですが、全く使用中もデルタ2プラスのファンが回る音がしなくて、逆に不安になるぐらいでした。それで使ってていいなと思ったのは、やっぱりこの使用可能目安時間っていうんですかね。これがわかるのがすごく便利だと思いました。では、時間も時間なんで、そろそろ寝ようと思いますが、外がだいぶ冷え込んできました。今夜は放射冷却の影響で、この9月一番の冷え込みになるそうです。それで、この冷凍用に使っている冷蔵庫なんですが、こちらは車両側から電源を取っていました。ただ、寝る前にこれをデルタ3プラスに電源供給を切り替えて眠りたいと思います。朝までデルタ3は持つのでしょうか。これも少し楽しみです。おはようございます。今朝、だいぶ冷え込んで、今外が15.8度、湿度が 95%、車内は 18.6 度で、湿度が 72%。車内もだいぶひんやりしてるんですけど、外がだいぶ寒いです。一応毛布かけて寝てたんで、それなりに暖かかったんですけど、ちょっと朝方は微妙に寒かったです。で、デルタ3プラスの方なんですけども、夜寝るときにカメラのバッテリー充電させて、あとスマートフォンも充電させてました。で、あとは冷凍用で使ってる冷蔵庫。これを差し替えて、デルタ3プラスで使ってたんですけど、開始時が充電残量 71% ぐらいだったんですけど、約7時間ぐらいですかね、稼働させて、今充電残量 37% まで減りました。これでこの後朝食作ったりしたいと思うので、最終的にこれで足りるのか、また試してみたいと思います。今日、アイスコーヒー飲もうと思って、氷も買っておいたんですけど、さすがにちょっと寒いんで、あったかいのが飲みたいなと思ったら、ちょうどホットがあったので、あったかいコーヒー飲んで温まりたいと思います。
それで今日なんですけど、旅先で朝美味しいパンが食べたくて、自宅からこのオーブントースター持ってきました。今日はこれを使って美味しいパン焼いてみたいと思います。ということで、今回エコフローさんの新型ポータブル電源デルタ3プラスを一晩使わせていただきましたが、最終的な充電残量は 10% になりました。普段の車中泊などで使用している家電にプラスアルファで今回は使用してみたんですが、その中で気になった点と良かった点。まず気になった点は正直なかったと言ってもいいくらい欠点が見当たりませんでした。忖度抜きでレビューしようと思ってましたが、従来モデルのデルタ2を使ってきた自分的には完璧と言ってもいいくらいに進化を感じるポータブル電源になっていると感じました。ただ一つ気になった点というよりは、個人的な希望で言うと、この天面が滑り止め加工のようになっていると物を置くにもさらにいいのかなと感じました。そして良かった点はやはりこの液晶パネル側に USB と AC のポートが配置されたこと。デルタシリーズのこの独特の形状、これが自分的には良さでもあったんですが、使うシーンによって弱点でもあった部分が完全に今回解消されてかなり使いやすかったです。そしてもう一つはやはり作動音がめちゃくちゃ静か。高出力家電の使用中は大体のポータブル電源はファンが頻繁に作動するので結構作動音が気になったりしますが、デルタ3プラスはその作動音もかなり静かで、逆に本当に動いているのか不安になるぐらいでした。そして最後になりますが、今年元旦に起こった能登半島地震や今後予測されている大地震、それ以外にも今回能登半島でも再び被災地をゲリラ豪雨が襲ってさらなる被害が出ていたり、降雪地域では冬場に大雪で停電が起きたりと、昨今
ポータブル電源が車中泊やキャンプなどだけではなく、防災用としてもかなり有効なアイテムとして注目されています。今回使用したエコフローオルタネーターチャージャーとデルタ3プラス。この組み合わせ、車のエンジンをかけている間の1時間ちょっとでも満充電できるのは、車中泊旅だけではなく、万が一の車での避難などでもかなり有効なシステムだと感じました。これは自分的にはまさしく最強システムだと感じました。しばらくデルタ3プラスはお借りできそうなので、近々嫁やワンコたちと一緒に2泊3日ぐらいで車中泊旅に行く予定なので、またその際も実際に使用してみようと思います。今回使用したデルタ3プラスとオルタネーターチャージャー、概要欄にエコフローさんのリンクを貼ってありますので、気になった方はチェックしてみてください。それではまたデルタ3プラスをオルタネーターチャージャーで充電させながら自宅へ向けて安全運転で帰ろうと思います。最後までご視聴いただきありがとうございました。はい、無事に充電完了しました。これでもう次回への旅の準備は整ったんで、まさしく最強だと思います。